皆さんこんにちは。私はですね、この What's Japanese の Easy Style、こちらの方は Mac についている iMovie を使って編集をしています。で、iMovie にプラス Keynote というアプリケーションがあるんですけれども、Mac についている iMovie と Keynote という2つを駆使して非常にめんどくさいやり方をしているんですけれども、編集をしています。で、プレミアとか、アフターエフェクトという編集ソフトは会社にあるんですけれども、まだあまり得意じゃないというか、苦手というか、分かりきってないので、立ち上げるのがめんどくさくって、ついつい、自分のこのイージースタイルについては iMovie で作っています。今日はですね、よく質問を受けるです、お客様とか。なんで iMovie であそこまでできちゃうんですかっていうのを聞かれることがありますので、どうやって iMovie で文字を入れたり、位置をずらしたりとかしているかっていうところをざっくりと動画にしてみました。で、iMovie の使い方とか、キーノートの使い方というところははしょって、単純に iMovie とキーノートで動画を作るときはこういうふうにやりますよというイメージで作りましたので、よかったらご覧ください。まず iMovie を立ち上げたらプロジェクトを作り、そこに録画したデータを入れます。で、ここに入っている動画が横の窓で見えますので、ざーっと流して問題ないか確認をしたら、下の編集画面のところにデータを移します。で、サイズを広げると作業がしやすくなりますので、サイズを大きくして、いらないところ、前半であるところですね、ここは縮めることもできますけれども、私は割とざっくりとこういうふうに切ってしまいます。で、同じように後ろ、ここもですね、目安をつけたらまたサイズを大きくして、で iMovie はあまり細かいフレームの枚数まで見れないので、だいたい目安でしかできないんですけれども、この辺かなというところで私は結構大胆にクリップを切ってしまいます。これでも多分1秒くらいは残っていると思います。で、一通り動きを確認をして、ね、問題がなければちょっと作業しやすいように縮めてみて、でざーっと流してみてみます。で、ここではキーノートに使う動画ファイルを使います。カメラからのままのデータだとキーノートに対応しているデータでは、動画データではないので、まず一度 iMovie を使ってキーノートで扱える MP4 というデータに変換します。はい、できたらまずは一度 iMovie を終了します。で、キーノートを開きます。で、キーノート、今回はホワイトを使います。で、ちょっと扱いやすいように画面を小さくして、この辺りはパワーポイントとだいたい同じ作業かと思います。で、先ほど MP4 に変換したデータをキーノートに挿入しました。で、この辺りかなというところに目安をつけておきます。で、端が飛び出ていますけれども、ここはキーノートがきちんと処理をしてくれますので大丈夫です。で、これにテキスト、文字を入れていきますが、
ここでは前回作ったキーノートのテキストをそのままコピペしていきます。実際にはここで皆さんが入れたいという文字を入れてください。で、ご覧のように動画の上にも文字を入れれます。ですので iMovie ですとなかなか動画の中での文字の位置という自由度がないんですけれども、このキーノートであれば自分の好きな位置に自由に文字を配置することができます。はい。で、前回使ったのを同じようにちょっとコピペをさせていただいて、すみません、ちょっとうまくいかなかったのでお時間をとってます。はい。で、動画のサイズをちょっとずらして、ここの文字のサイズ、動画のサイズですね、ここはお好みでいろいろと変えてみてください。はい、終わりました。ここまでできました。もうこれは動画に入ってますので、このまま動画で新たに書き直していきます。選択、はい、で次で、ここでは皆さん名前をつけて書き出してください。はい、キーノートで新たにムービーを制作しています。で、ちょっとですね、今回これ19分ぐらいあるのでお時間が長いので途中を飛びましたはい、データが重いと書き出しの時間もそれなりにかかってしまいます。はい、できました。で、これはあくまでもキーノートで作った動画ですので、キーノートの動画ファイルという扱いになります。はい。で、またこれが作業のめんどくさいところの理由の一つなんですけども、キーノートで作ったデータを一度また iMovie に戻します。はい。で、そこで、終了画面ありますよね。終了画面、これはですね、私は、PDF に書き出しをして iMovie、ごめんなさい、間違えた、 JPEG だ、画像イメージデータですね。イメージデータに書き直しをしています。ごめんなさい、この時はムービーにしてますね。ムービーにしたんだ。ムービーに書き出してます。ムービーであれば大丈夫かな。はい、そうです。ごめんなさい、ムービーでした。終了画面、これはイメージデータでも iMovie に使えますし、このように、静止画でもキーノートの場合動画に変換することが可能です。はい。で、一旦書き出したキーノートの動画をまた新たに iMovie の中でチェックします。はい。前半ちょっと長いかなという感じがしますので、またさらに前半部をカットすることにしました。はい、で後ろもですね、余裕を持ってカットしていたので、最終の仕上げのところで思い切ってまたバツンと切ってしまいます。で、ここに終了画面を足します。
で YouTube にアップした時、この終了画面にチャンネルの登録の画面とか次の画面の紹介とかを入れます。これで終わりです。最終的に YouTube にアップできる MP4 データに変換するレンタリングという作業を行います。書き出しですね。でこれも結構時間がかかりますが、この白い丸が右上にある丸がタイマーなんですけれども、これが消えたら出来上がりです。はい。では一度 MP4 になったデータを確認してみます。はい、できました。以上です。はい、いかがですか？大体こんな感じで何回もキーノートと iMovie の間を行ったり来たりというめんどくさい作業はあるんですけれども、逆に言うとそれがちょっと楽しかったりもします。で、キーノートを使うことで画面の自由度が増していろんなデザインが可能になります。これが楽しくって、割と私は iMovie とキーノートのセットっていうのを使います。本当はプレミアとか使えるともっと楽しいよっていうのがあると思うんですけれども、なかなか腕がついていかないのと、あとプレミアを使うとどうしても欲が出てしまって、あんなこともしたい、こんなこともしたい、ああいう効果をつけたい、ああいうエフェクトもしたいということで、どんどんすごいことになってしまうことが分かっているので、割と制限のある iMovie と Keynote というセットを私は楽しんでいます。よかったら皆さんも試してください。ではまた。